はいどうも、キスケです。今回は工場 S ランクキャラクター、ハソールの性能解説をやっていきます。ハソールは総異能のキャラクターで、瞬間火力に長けたサブアタッカーです。サンダースピードというスタックを貯めて、EX レール集結で解放する。お手軽に火力が出せて超強力です。そしてハソールは新しく実装したホトリとの相性も抜群。属性相性がいいことから異能連環の重蓄をバンバン発動できて EX レール集結の回転率が上がります。今回はそんなハソールの使い方、性能、おすすめの凸、おすすめ装備、それに加えて超便利なシティスキルなど分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。それでは行きましょう。それではハソールの性能解説やっていきます。まずハソールを使う上で大事なのが体力バーの上にある羽マーク。これはサンダースピードというハソール固有のスタックで合計6つまで獲得できるんですが、回避反撃で1つ獲得、バイレールスキルで2つ、バイレールスキルを長押しするとチャージ状態に入り、敵に星5追跡というデバフを付与できるんですが、この星5追跡状態の敵に攻撃を受けると3つ獲得。そしてキャラ特性でハソールの一定範囲内に敵が5秒以上とどまると、その敵に高評価ロックオンというデバフを付与できるんですが、その高評価ロックオン状態の敵から攻撃を受けると1つ獲得。パッシブスキルでハソールがターゲットを1体撃破するたびに1つ獲得。以上、合計5つの方法でサンダースピードを貯めることができます。サンダースピードを6つ貯めて EX レール集結で解放という流れが基本なので、サンダースピードの貯め方は覚えておきましょう。それでは各種スキルを見ていきます。まずはバイレールスキル。バイレールスキルを発動するとハソールが空中に飛び上がり、翼で前方の敵を攻撃、サンダースピードを2つ獲得します。さらにこのバイレールスキルはボタン長押しでチャージすることができて、チャージ状態に入ると周囲の敵を5秒間星5追跡状態にし、広範囲に総異能ダメージを与えます。そして星5追跡状態の敵から攻撃を受けるとサンダースピードを3つ獲得します。この3つ獲得する能力なんですけど、特に時間による縛りがないんですよね。例えば星5追跡状態の敵が複数体いて、同時に攻撃をもらえば一気に6スタック貯めることができます。他にも敵の連続攻撃をもらった時も一気に貯めれます。なのでハソールはこのチャージ攻撃を起点にサンダースピードを貯めていく、そんな立ち回りが強いです。お次は EX レール集結。ハソールが EX レール集結を発動するとバイクを召喚し、5秒間緊急配達モードに切り替わります。この緊急配達モードはバイレールスキルが超強化され、ハソール自体の移動速度がアップ、さらにサンダースピードのスタック数に応じて攻撃力アップのボーナスを獲得します。サンダースピード1つにつき 15% も上昇するんで最大 90% ですね。超強力です。で、緊急配達状態で発動するバイレールスキルは最大3段の攻撃になっていて、それぞれサンダースピードを1つ、2つ、3つと消費しながら攻撃します。このバイレールスキルがハソール最大の魅力。自己バフをがっつり乗せた攻撃は敵の体力をごっそりと奪うことができます。注意してほしいのが、この緊急配達状態は時間が残っててもキャラチェンジすると解除されるということと、一度バイレールスキルの攻撃が中断してしまうとまた1段目からのスタートになるということ。サンダースピードの消費量はバイレールスキル1段目が1つ、2段目が2つ、3段目が3つと徐々に増えていきます。なので一度でも中断されてしまうと一番火力の高い3段目が不発に終わってしまいます。使いどころをしっかりと見極める必要があります。続いてサポートスキルを見ていきましょう。サポートスキルでは異能連環で発動できる延滞を強化。延滞の持続時間が12秒まで延長され、
延滞状態の敵を攻撃する際、クリティカル率プラス 10%。 これはチーム全員で共有できるんで非常に強力です。異能連環の延滞は光異能と相異能キャラクターがいると発動できますから、1体は光異能キャラクターが欲しいですね。もう一つのサポートスキルは、ハソールが敵を撃破するたびにサンダースピードを1つ獲得するというもの。対複数戦とかで活躍します。というわけで以上がハソールの戦闘性能です。いろんな手段でサンダースピードを貯めて EX レール集結で解放する。非常にシンプルながら短い時間で絶大なダメージを叩き出せる優秀なキャラクターです。しかもハソールは戦闘だけじゃないんですよね。探索やシティスキルも非常に優秀なんで見ていきましょう。シティスキルは主に市内配達に関する効果が全てです。レベルを上げることで配達ポイントが増えたり、顧客満足度が追加で10もらえたりする便利なものなんですが、レベルを最大にすることで毎日1回だけハソールに市内配達を代行してもらうことができます。これがね、めちゃくちゃ便利です。やり方は超簡単。できるだけスタミナ消費量が多い配達を探して現地に向かう。話しかけた際に出てくる選択肢でハソールにお願いするを選択すれば、はい、報酬をもらえます。これちょっと神すぎるよね。シティスタミナの消費がめんどくさいっていう人は、毎日コツコツハソールに配達を任せることで結構な量消費できます。マジで楽なんでレベル5まで上げることを推奨ですね。そして探索でも便利な能力を持っていて、ハソールの落下攻撃って真下に攻撃するんじゃなくて斜め前に向かって攻撃するんですよね。これを利用すると高所からかなりの距離稼げます。そんなシチュエーションあまりないかもしれませんが、覚えておくと便利かも。ここからはハソールの育成解説をやっていきます。まずスキル育成優先度なんですが、最優先で上げたいのがバイレールスキル。時点で集結、時点で通常攻撃、時点でサポートスキルです。バイレールスキルはハソールのメインダメージソースなんで重要です。集結を使った後の強化バイレールスキルもバイレールスキルのレベルを上げることで火力が上昇します。逆に通常攻撃やサポートスキルはあまり使わないんで優先度は低め。ハソールをメインアタッカー運用したい場合は通常攻撃を上げてください。続いておすすめ小判について。最適はエンコンハリケーン。総異能ダメージが上昇し EX レール集結を発動すると装備者のバイレールスキルと集結のダメージがアップします。さらに効果発動中、バイレールスキルを発動するたびに装備者のバイレールスキルダメージが上昇。最大2スタックまで貯めれます。貴重なクリティカルダメージを盛れますし、火力アップのタイミングがハソールにドンピシャなんで、特にこだわりがないならこちらを装備させましょう。エンコンハリケーンは無料で獲得できる小判なんで選択肢がほぼ一択なんですが、例えば他のキャラクターに装備していて使えないとかの場合、課金パスで手に入る不屈の綿、もしくは A ランク小判のオラオラを装備させましょう。続いておすすめギア。最適コアはストリート剣王。総異能ダメージプラス 10%、 クリティカル率プラス 14%、 味方が延滞または新戦を発動するとクリティカル率が追加で 14% されます。おすすめメインステータスは総異能ダメージ、時点でクリティカルダメージ。サブステータスはクリティカル率もしくはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント、時点で汎用ダメージになります。駆動コアでもらえる 28% のクリティカル率を目安に厳選していきましょう。ハソールは瞬間火力の高いサブアタッカーですから、火力の上がるステータスをメインに厳選すれば大丈夫です。それではハソールを使ったパーティー編成例を見ていきます。まずは光異能、総異能、霊異能キャラクターをバランスよく採用して重蓄を発生させることができるパーティー。ハソール、主人公、ほとり、ナナリですね。主人公がいることで
異能連環の創生や掩体を発動させやすく、簡単に重蓄を発動させられます。立ち回りとしては、敵がブレイクするまでは主人公やナナリで火力を出して、ブレイクしたらハソールやホトリで高ダメージを叩き込むといったように、結構メリハリのあるパーティーで扱いやすいです。ナナリの枠はジョエンやミントに入れ替えてもらっても構いません。次はチーちゃんをメインアタッカーに置いたパーティー。ハソール、チーちゃん、ジョエン、ハニアですね。ハニアでバフをかけてからハソールのスタックダメ、その後チーちゃんが表に出てダメージを出し続けるといった立ち回り。敵がブレイクすればハソールで瞬間火力を叩き込むといった使い方は変わらないんで、こちらも扱いやすいですね。次は無課金パーティー。ハソール、主人公、ミント、ハニアです。ハニアで味方全員をバフ、主人公で異能連環を発動させまくって重蓄を発動。ミントやハソールの EX レール集結をぐるぐる回して火力を出します。ハソール以外は無料で手に入るキャラクターたちなんで、2パーティー要求されるコンテンツとかの2パーティー目の選択肢として使えます。それでは簡単に実践の方やっていきましょう。まずはホトリのバイレールスキル、主人公のバイレールスキル、ナナリのバイレールスキル、そしてハソールに入れ替えてバイレールスキル。これでホトリの3つのスキルを記録、これが完了しましたね。あとは適当にボスを殴りながらサンダースピードを貯めて、ここぞというタイミングで EX レール集結を打って高ダメージを出していくと、そういう立ち回りになります。このボスはね、結構動きが激しいタイプなんで、ハソールのバイレールスキルが当たらなかったらちょっとショックなんですけどちょっとね、頑張って当てていきたいなとは思ってます。で、合間合間に主人公のバイレールスキルを挟むことで異能連環の重蓄を発生させることができるんで、長期戦になればなるほど EX レール集結の回転率が上がります。で、集結打ってバイレールスキル2段目3段目しっかりと当てていく。で、ホトリの EX レール集結、時間を止めてとどめを刺していきます。こんな風にハソールとホトリ両方瞬間火力のサブアタッカーですからね、一瞬で体力が解けます。それでは覚醒効果とおすすめ覚醒を解説していきます。まず1突、戦闘開始後初めてバイレールスキルを長押しすると直ちにサンダースピードを6つ獲得、初動の立ち上がりが超快適になります。続いて2突、高評価ロックオンと星5追跡が終了した時もサンダースピードを獲得するようになります。2つとも持続時間が5秒なんで、付与してから5秒後に獲得ということですよね。続いて3突、ボス以外の敵に与えるダメージプラス 15%。 4突、緊急配達状態でバイレールスキルを使用するたびに次に発動するバイレールスキルのクリティカル率プラス 25%。 5突、サンダースピードを1つ獲得するたびに余ダメージプラス 1%。 これは最大 15% まででバトルが終了するまで継続します。長期戦になればなるほど強いですね。6突、緊急配達状態中ハソールのクリティカルダメージプラス 30%。 そしてこれら全ての凸を解放すると緊急配達状態の間敵の防御力を 10% 無視するようになります。おすすめ覚醒効果に関しては6凸、時点で4凸、時点で1凸、時点で5凸、時点で2凸、時点で3凸がおすすめです。凸効果がハソールの火力を伸ばすかサンダースピードの獲得を簡単にするかで分かれてるんですけど、個人的には火力が伸びる覚醒効果を解放した方が強いと思います。覚醒効果がなくてもサンダースピードは溜まっていくんでね、検討してみてください。いかがだったでしょうか。今回は工場 S ランクキャラクターハソール性能解説でした。場に出て5秒で火力を出して裏に戻るというサブアタッカーの鏡みたいな性能でしたよね。やることが単純で簡単ですし、しっかり火力が出るから
高難易度コンテンツでも大活躍です。シティスキルの配達代行も超便利なんでね、育成してない人は使ってみてください。このチャンネルではこれからも NTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。